ロシア文学の深い闇と人間の尊厳という永遠のテーマに迫ります。舞台は19世紀末の帝政ロシアです。華やかな貴族社会の裏側には、社会から切り捨てられた人々が集う暗く湿った地下室があります。ここで取り上げるのは、ロシア事実主義文学の巨匠、マクシム・ゴーリキーの不朽の名作、底辺です。まず、当時のロシアの空気を吸い込みましょう。19世紀末は嵐の前夜のようでした。帝政の崩壊が近づき、格差が極まっていました。街には職を失った労働者や家を追われた不老者、絶望に打ちひしがれた人々があふれていました。ゴーリキー自身も過酷な底辺生活を経験した作家です。彼は単に貧困を憐れむだけではなく、その泥沼の中に真の人間性と尊厳が隠れていると考えました。これが彼の提唱したヒューマニズムの核心です。次に、他のロシア文学の巨星と比較します。チェーホフは人生の不条理や停滞感、無力な哀れみを静かに描きました。一方、ドストエフスキーは罪と罰、宗教救済という個人の精神葛藤を極限まで突き詰めました。しかしゴーリキーは違いました。彼はまず人間を追い詰める社会構造に目を向け、人がなぜ底辺に落ちるのか、絶望の中でどうすれば人間らしくあり続けられるのかを問いかけたのです。物語の舞台は文字通り底辺の住人たちが集う粗末な宿屋です。元貴族、泥棒、アルコール依存症の労働者など、さまざまな層から脱落した人々がひしめき合っています。彼らは互いに罵り合い、過去の栄光にすがりついて生きています。そんな中に現れるのが、ルカという謎めいた老人です。ルカはこの作品で最も議論を呼ぶ人物です。ルカは絶望に暮れる人々に優しい言葉をかけます。病に伏せる女性には死後の安らかな世界を、絶望した男性には遠くにある素晴らしい土地を語ります。その言葉は凍てついた心に灯る小さな火のように、一時に温めます。しかし、そこには大きな葛藤が生まれます。真実と慰めの対立です。ルカの言葉は心地よい嘘、あるいは救いとしての慰めです。対立する人物たちは、甘い言葉が現実を見ることを妨げ、さらに深い停滞に追い込むと主張します。真実こそが人を自由にするのか、あるいは絶望の中で嘘でも慰めが唯一の救いになるのか、この問いが、底辺で、お単なる社会批判劇から哲学的な人間ドラマへと昇華させます。ゴーリキーはルカを通じて尊厳について問います。尊厳とは厳しい現実を耐えることだけでしょうか、それとも絶望の淵でも誰かに信じてもらい、希望を持つことで保たれるものなのでしょうか。ルカの言葉で一時に救われた人々はその後どう変わったのでしょうか。ルカが去った後に残ったものは何でしょうか。そこには根源的な孤独と、他者を求める切ない願いが描かれています。この作品は後のプロレタリア文学の先駆けとなりました。労働者や下層民を同情の対象ではなく、歴史を動かす主体として描いた点は当時の文学界に大きな衝撃を与えました。自然主義的な冷徹な描写で貧困の惨状を示しながら、そこから立ち上がろうとする意志を肯定しました。この2つの視点が共存することが、ゴーリキー文学の真骨頂です。現代の視点で読むと、驚くほど今の社会に通じるものがあります。格差の拡大、孤独死、社会孤立、形は変わっても、現代にも多くの底辺が存在します。私たちはルカのような優しい嘘に救われたいと願う一方で、残酷な真実に目覚めたいとも思います。デジタルアーカイブの普及により、今では世界中の人がゴーリキーの原点に触れられます。時代を超えて読み継がれるのは、特定のロシアだけでなく、あらゆる時代、場所で苦しむ人間の普遍的な姿を描いたからです。ゴーリキーが伝えたかったことを考えてみましょう。泥にまみれた人生でも、人間としての誇りは捨ててはいけません。真実が残酷でも、慰めが儚くても、人が人である条件は互いを認め合い、尊厳を信じることです。暗い地下室から始まった物語は光を提示します。その後破壊から与えられる救済ではなく、絶望の底で手を取り合うことで生まれる小さく確かな希望です。ロシア事実主義文学の頂点の一つである
底辺では、私たちに内側の尊厳と他者への深い共感を改めて考えさせます。その後、ゴーリキーは、母なる星や、私の大学時代といった長編小説へと筆を進め、労働者階級の闘争と革命覚醒を描き続けました。特に、母なる星は農民から都市労働者へ転換した主人公が資本主義体制の矛盾に直面し、仲間と手を取り合って新しい社会秩序を構想する過程を詳細に描写しています。この作品でもそこその人々が語る真実と慰めの二律背反が繰り返され、ゴーリキーは常に現実の残酷さと希望の光の間で揺れ動く人間性を探求しました。さらに1917年の10月革命前夜に執筆された母と子では、革命の波がまだ遠くに見える中で貧困にあえぐ母親と幼子の絆が中心テーマとなります。登場する老女マリアはかつて貴族階級出身でしたが、革命の嵐に巻き込まれ財産を失い路上で暮らすようになりました。マリアは過去の教養が生き延びるための知恵へと変容した様子を語ります。彼女の語り口はチェーホフが描いた静かな哀愁とは対照に、ゴーリキー独自の鋭い批判精神が宿り、過去の栄光は何の価値も持たないという警告を投げかけます。また、舞台演出の面でも、底辺では数多くの革新試みを生みました。ロシア帝国の劇場界は装飾的な布系と華麗な衣装が主流でしたが、ゴーリキーの作品は極力ミニマルなセットとリアルな衣装で観客に現実そのものを直視させました。1911年にモスクワ・アレクサンドル劇場で上演された際、舞台中央に置かれた木製のベンチが象徴的な役割を果たし、観客はそのベンチに座ることで、底辺の住人と同一視する没入感を体験しました。この演出は後のソビエト演劇におけるプロレタリア・リアリズムの先駆けと評価され、コンスタンティン・スタニスラフスキーが提唱した身体記憶の概念にも影響を与えました。歴史背景を掘り下げると、19世紀末から2世紀初頭のロシアは急速な工業化とともに農村部から都市部への人口流入が加速し、労働者の生活条件は悪化の一途をたどっていました。政府は農土開放令に続く改革を行ったものの、土地所有の集中と賃金の低迷は労働者階級の不満を募らせました。この社会緊張がゴーリキーが描く底辺の姿に直接的なインスピレーションを与えたと言えるでしょう。若年期の流浪生活や地方新聞での記者活動は、取材した労働者の声を忠実に再現する基盤となりました。ゴーリキーの文体は自然主義的な描写と哲学的な制察が融合した独特のリズムを持ちます。例えば宿屋の床板がきしむ音を、時間の歯車が錆びつき、無慈悲な機械として人間の魂を削り取ると比喩し、社会構造そのものが個人の精神を蝕む様相を示しています。この比喩はドストエフスキーの宗教暗喩やチェーホフの自然描写とは異なり、社会圧力を機械として可視化する点で画期的です。人物分析に戻ると、ルカ以外にも重要なキャラクターがいます。元兵士で現在は酒に溺れるイワンは戦争の傷跡と平和時代の無意味さを体現しています。彼の独白は戦争がもたらす心理創傷が経済的貧困と同様に見えない鎖として個人を縛り付けることを示唆します。また宿屋の壁に貼られた破れた聖書のページは、宗教救済が失われた現代社会で人々が依然として精神的拠り所を求めていることを暗示しています。こうした細部の描写は読者に信仰と理性、希望と絶望の交錯を意識させ、作品全体のテーマを多層に進化させます。底辺でが出版された直後、ロシア国内外で大きな議論が巻き起こりました。保守派の批評家は、社会秩序を乱す危険な思想と非難し、左翼知識人は真実の鏡と称賛しました。ヨーロッパ諸国への翻訳が進むにつれ、ドイツ語版やフランス語版が出版され、各国の労働運動と結びつくケースが増えました。フランスの社会主義者ジャック・
ベルナールは作品を労働者階級の魂の叫びと評し、自身の政治演説に引用しました。ソビエト連邦成立後、ゴーリキーは国家作家として公式に認定され、作品は学校教育の必読書となりました。しかし国家が推奨する社会主義リアリズムの枠組みの中で、原書の批判精神は徐々に抑圧されました。30年代の大粛清期には未発表原稿が検閲官に削除され、ルカの嘘は反革命宣伝とみなされ一時出版禁止となるエピソードがあります。晩年にゴーリキーは、真実と慰めは決して対立し得ない、むしろ相補であると新たな哲学立場を示し、再評価の機会を得ました。現代の研究者はテキストをデジタル人文科学の手法で解析し、品質語彙や感情分析を通じて底辺の語彙特徴を明らかにしています。最近の研究では、言葉を分析する道具を使って作品中のキーワードを調べた結果、苦悩、希望、嘘、真実という語りが強く結びついていることが分かりました。つまり、この物語は正反対の考えがぶつかり合う構造でできていることが数字で証明されたわけです。こうした学問的手法は、従来の文学的読み方だけでは気づけなかった真相を明らかにし、ゴーリキーの文学が持つ多面的な顔を浮かび上がらせました。また、この物語を映像化する試みも多数あります。1973年のソビエト映画、底辺の日では、白黒映像と激しい音楽を用いて原作の緊張感を視覚化しました。特にルカが遠い楽園について語る場面では、シベリアの雪原が映し出され、観客は希望の遠さを肌で感じました。一方、2008年に制作された日本のテレビドラマ版では、舞台を現代東京郊外のホームレス問題に置き換えました。21世紀の日本社会に設定し直すことで、現代の視聴者に深く響く物語となりました。ルカを演じた俳優は、昔ながらの話し方を大切にしつつ、現代の心の揺れを演じ、過去と現在がつながっている感覚を観客に提供しました。このように、底辺では時代や場所を超えて何度も新しく解釈され続けています。その根本にあるのは、社会から追い出された人間が自分を守りたい欲求と他人を思いやる気持ちの間で揺れ動く姿です。心理学的に見ると、これは自分で決めたい、誰かとつながりたい、自分に能力があると感じたいという基本的欲求と一致します。ルカが与える慰めは短期的には自己決定力を弱めるかもしれませんが、長期的には仲間とのつながりを強め、結果として個人の力を引き出す可能性があります。ゴーリキーは、後に心理学で体系化されるポジティブサイコロジーの要素を無意識のうちに作品に組み込んでいたと言えるでしょう。さらに社会学の視点から見ると、ゴーリキーが描いた底辺の人々の集まりは、現代の情報ネットワークの原型とも言えます。宿屋という閉ざされた空間は、情報や感情が激しく行き交う小さな社会ネットワークとして機能していました。そこにいる一人一人がネットワークの結び目となり、互いに影響し合っています。この構造は、SNS で見られるバブル現象やエコーチェンバーと非常に似ています。ゴーリキーが指摘した真実の歪みは、限られたネットワーク内で情報が増幅される過程を予見していたとも解釈できます。ゴーリキーが現代に残した教訓は3つに集約されます。第一に、文学は単なる芸術ではなく社会の仕組みを映し出す鏡であること。第二に、絶望の中にある小さな希望を見逃さず、互いに支え合うことで回復力が生まれること。第三に、真実と慰めという対立するものは実は互いに補い合う関係にあることです。どちらか一方に偏ると心のバランスが崩れます。これらの視点は現代の政策や福祉、教育の現場でも活かせます。例えばホームレス支援では、単に物資を提供するだけでなく、利用者が自らの物語を語り、共感し合える場を作ることが自立への近道になります。これはゴーリキーが宿屋で示した語り合う力と同じであり、人間の尊厳を取り戻す手段です。結局のところ、ゴーリキーが問いかけたのは、社会が底辺の人々を切り捨てるのではなく、
そこに眠る人間性をどう受け止め、共に未来を築くかという永遠の課題です。ルカの甘い嘘も、厳しい真実も、どちらも心に灯る火を守るための燃料だったのでしょう。ロシア事実主義の光は今も私たちの胸で燃え続け、底辺にいるすべての人への敬意と共感の歌を奏でています。その光は過去の文学に止まらず、現代の不平等や孤独という問題に対して常に新しい問いを投げかけています。ここからは、ゴーリキーの作品が時代を超えてどう読み替えられ、他のロシア文学の巨匠たちと比べてどのような位置にあるのかを、具体的な資料とともに詳しく見ていきましょう。第一節では、ゴーリキーと自然主義の流れについて述べます。ゴーリキーが初期に描いた底辺の人間像はフランス自然主義の影響を受けつつ、ロシア独自の社会構造と精神を混ぜ合わせた点で画期的でした。ゾラの居酒屋やフローベールのボバリー夫人が描く都市の暗部とは異なり、ゴーリキーは農村と都市の境目にある宿場町を選び、そこで人々がどう話し、どう動くかを細かく観察しました。この観察方法はチェーホフが短編で用いた余白の技法と似ていますが、チェーホフが静かな皮肉で終えるのに対し、ゴーリキーははっきりとした社会批判を掲げました。また、ドストエフスキーが罪と罰で描いた個人の道徳的葛藤と比べると、ゴーリキーは個人の罪よりも集団を押さえつける社会の仕組みに注目し、制度としての正義を再考させました。第2節では、革命前夜の証拠について触れます。1880年代後半から90年代初頭にかけて、ゴーリキーは多くの手紙や日記を残しています。特に作家イワン・ブーニンとのやり取りが重要です。ブーニンは芸術は生活の鏡であると語り、ゴーリキーの宿屋の描写を社会の欠陥をさらけ出す手術のようだと絶賛しました。この手紙は現在もモスクワ国立図書館に保存されており、文字の書き方から当時のゴーリキーが抱いていた政治的危機感が読み取れます。また、当時の地方新聞、国会の声では、彼の演劇が民衆の魂を揺さぶる真実の叫びと評価され、検閲官が反体制と判断した原稿に赤字でマークが付けられたことが記録されています。これらの資料は、ゴーリキーが自らの創作を制限と外部検閲の板挟みの中でいかに続けたかを示しています。第3節では、ソビエト時代の評価と矛盾を検証します。ソビエト政権成立後、ゴーリキーは人民文学の父として最高の栄誉を受けましたが、30年代の大粛清が始まると、作品は政治利用可能か危険かの2基準で判断されました。例えば、1934年の母の遺産は労働者の闘争精神を称える作品として推奨されましたが、同年の党大会記録には、ゴーリキーの過去の嘘が労働者の信頼を損なう恐れがあるという批判も残されています。この矛盾は、晩年に書いた未公開エッセイで語られた真実と慰めの二律背反に強く現れています。彼は真実は痛みを伴うが、慰めは盲目になる危険があると述べ、そのバランスが重要だと訴えました。この考えは後の社会主義リアリズムの土台となり、学者はゴーリキー二元論と呼んでいます。第4節では、ソ連崩壊後の再評価と世界への広がりを見ます。1991年の崩壊以降、ゴーリキーの作品は自由に解釈されるようになり、東欧や中国、ベトナムでも翻訳や舞台化が盛んになりました。2002年に北京の中央劇院で上演された底辺の日は、失業者キャンプを舞台にし、ルカの甘い嘘をインターネット上の偽情報拡散と結びつけ、デジタル時代の真実の歪みを観客に体感させました。ウクライナの若手作家アナトリー・ペトロフは、ゴーリキーの影響を受けた短編、氷の下の声で移民労働者の苦悩を描き、高い評価を得ました。こうした広がりにより、ゴーリキーはロシアだけの作家ではなく、世界中の底辺の経験を語る文豪として再認識されました。第5節では、心理学から見たルカの姿を検討します。日本の臨床心理学者は、ルカが語る遠い楽園を希望の投射と捉え、心の傷を抱える人が体験を語る防衛反応に似ていると指摘しました。脳波研究では、
ルカが嘘を語る瞬間にアルファ波が増加し、安全な環境で心が開く様子と一致することが分かっています。これにより、登場人物が心理療法における象徴的治癒者として機能する可能性が学術的に裏付けられました。ポジティブサイコロジーの観点からは、ルカの嘘は単なる慰めではなく、絶望の中で意味を再構築しようとする試みであり、読者の回復力を高める効果があると考えられます。第6節では、情報ネットワークとしての宿屋と現代の SNS の類似性を論じます。宿屋は情報が早く回る小さなネットワークであり、噂が拡大して共同幻想になる過程は SNS での偽ニュース拡散と同様です。情報科学者の数理モデル分析によれば、宿屋内の情報伝達速度は現代のオンラインコミュニティと同程度であり、ゴーリキーが無意識に情報過密社会を洞察していたことが示唆されます。第7節では、教育現場への応用と提案を示します。ゴーリキーの文章は単なる国語教材ではなく、社会的包摂を学ぶ道具として活用できます。中学校の授業で、底辺で、の一部を朗読し、もし自分がルカだったらどう語るかを議論させることで、共感力と批判的思考を同時に育成できます。また福祉実習では、ホームレス支援施設で利用者が自らの物語を語る時間を設け、ゴーリキーが宿屋で示した語り合う力を生かし、個人の尊厳回復に寄与できます。北欧の福祉施設でも同様のプログラムが導入され、利用者の自分で人生を変えられる感覚が高まり、就業率が上がったというデータがあります。ゴーリキーとチェーホフ、ドストエフスキーを比較すると、チェーホフは人の心の小さな揺れを描き、読者に自己省察を促します。ドストエフスキーは生きる苦しみを哲学的対話で掘り下げ、善悪の判断の難しさを示します。ゴーリキーはこの二人の良いところを合わせ、貧しい人々の日常の苦しみと社会の不公平を同時に描きました。チェーホフの静かな田舎風景とドストエフスキーの激しい心の葛藤が、ゴーリキーの宿屋という舞台で出会い、登場人物は静けさの中の叫びと叫びの中の静けさを同時に表現しています。この複雑な構造はロシア文学の3つの大きな流れを一つにまとめた総合事実主義と呼ばれ、当時の批評家から高く評価されました。ゴーリキーの遺産は未来にどう生かされるのでしょうか。まず AI 技術を用いて、ゴーリキーの言葉のパターンや感情の動きを学習させ、貧しい人々の声を模倣した新しい創作支援ツールが作れます。このツールは社会的弱者が自らの体験を言葉で表現し、多くの人に伝える手助けとなります。さらに地域のコミュニティセンターで宿屋を模した空間を作り、住民が定期的に語り合う場を設けることで、ゴーリキーが大切にした共同体の絆をよみがえらせられます。国際的な文学交流プログラムでは、ロシア語圏とそうでない若手作家が、底辺で、のテーマをもとに短編を書き、翻訳や上映を通じて相互理解を深めることが期待されます。これらの取り組みは、ゴーリキーが訴えた人間の尊厳と連帯の精神を技術と社会の両面から形にする試みです。ゴーリキーの底辺では単なる古い作品ではなく、現代社会が抱える排除と再統合の課題への重要な指針です。その核にある真実と慰めの矛盾は、公共の場を作る際の道しるべとなります。したがって、学問の研究だけでなく教育や福祉、技術分野で具体的に活用し、貧しい立場にいるすべての人が希望を取り戻す実践的な道しるべとして位置づけることが、今の私たちの責任です。ゴーリキーの生涯を振り返ると、幼少期に経験した飢えと放浪が後の作品で描かれる底辺の原点となりました。10代で工場労働者として働きながら地下新聞で革命思想に触れ、1886年に短編「母なる大地」を発表しました。この時すでに自然主義的観察と労働者階級への思いやりが混ざり合っていたことが研究で指摘されています。当時のロシアは農土解放後も地主と農民の格差が拡大し、都市部に流入した労働者は住む場所も仕事もなく危機に直面していました。この背景が
ゴーリキーが宿屋という閉ざされた空間を舞台に選んだ理由と重なります。底辺でが1899年に劇場で上演された時、サンクトペテルブルクの批評家は、舞台から漂う湿気とタバコの匂いが観客に直接貧困感を呼び起こすと評価しました。一方、ヨーロッパではドイツの表現主義演劇団が作品を翻案し、照明を暗くし不協和音の音楽で絶望感を視覚と聴覚で強めました。この演出は後にベルリン表現主義の舞台美術に影響を与え、20世紀初頭の国際演劇の新しい方向性を示しました。ルカの心理分析は近年の精神医学でも注目されています。ルカは自らの嘘を慰めの創造と位置づけますが、これはフロイトが提唱した防衛規制、合理化に似ています。現代の認知行動療法では、極限状況で意味を再構築する過程を価値観に基づく再評価と呼び、治療効果を高める手段とされています。したがって、ルカの語りは単なる文学的装置にとどまらず、臨床介入のモデルケースとして活用できるのです。ゴーリキーの作品はロシア国内だけでなく、植民地支配を受けた地域でも再評価されています。例えばインドのスラム地区で行われたワークショップでは、若者が底辺でのシナリオをもとに即興劇を創作し、生活環境と重ね合わせることで自己肯定感が高まったと報告されています。このような事例は、文学が言語の壁を越えて共感の橋渡しを果たす可能性を示しています。デジタル時代のテキスト再配信として、音声合成技術を用いた、底辺での朗読アプリが開発されました。登場人物ごとに異なる性質と感情の変化を設定し、ユーザーが物語を聞きながら感情の動きを終えるよう設計されています。実験導入校では、生徒の感情認識能力が統計的に優位に向上し、教員からは、文学と技術の融合が新しい学習方法を提供したと好評を得ました。ゴーリキーが残した人間の尊厳と連帯の理念は21世紀の社会政策にも直接的な示唆を与えています。例えばヨーロッパ連合が策定した包括住宅戦略では、低所得層の居住環境改善として共同生活スペースの設置と住民同士の対話促進が重要項目とされています。これはゴーリキーが宿屋で描いた語り合う場の概念と本質的に一致しており、文学的ビジョンが公共政策に形となった珍しい例です。以上の多角的検証を通じて、私たちは底辺でを過去の作品として片付けるのではなく、現在進行中の社会課題への回答として再評価すべきです。